ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES京本大我デビューから現在まで歌声進化分析、こちらをやっていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ前回のジェシーさんに引き続き、今回はですね、京本さんの歌声、こちらの2020年のイミテーションレインから6月4日にリリースされたボーイズ、こちらの京本さんパートをですね抜粋して歌声の方をですね聴き比べていきたいなというふうに思います。っていうかね、このオープニングトークはもう歌声分析した後に撮ってるので、どのような感じなのかっていうのはねもうね分かっちゃってるんですけどね、僕は。それでですね、歌声分析をしたんですけれども、いや本当にねすごかったですよ。もうね、進化の振り幅が広すぎて本当に感動しちゃいました。そしてね、やっぱりね、陰でものすごい努力してるんだなっていうふうに思いましたしね、これもひとえにひとたんの皆さんへの愛なのかなっていうふうに思ってね、さらに感動しちゃいました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてこの動画でですね、初めて僕の SixTONES の歌声分析動画を見てくださった方、概要欄にですね、今まで公開した SixTONES の歌声分析動画のまとめっていうかね、再生リストっていうものがあるんですけど、そちらの URL も載せておりますので、他の動画も気になった方はですね、ぜひ概要欄から SixTONES 再生リストっていう風な名前で載っけてありますので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES 京本大我歌声進化分析 GO!いいね。いいですね。5年前の京本さんの歌声、若々しい感じがしますよね。声の響きをですね、口と鼻中心で音色作りをしてるかなっていう感じがします。口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つがメインですね。口の中で言葉のクリアさを作り出して、色気をですね、鼻で作っている。で、少しだけ胸の胸腔共鳴の響きを使って男らしいニュアンスをですね、歌声に混ぜていますね。もう一回聞いてみましょう。壊れてゆくみたいな、この裏声にひっくり返す感じがすごく色っぽいですよね。で、ビブラートもですね、かなり深いタイプのビブラートを使ってます。フェイクトリーみたいな。これどうやってビブラートを使ってるかっていうと、音程をですね、上げたり下げたりっていうタイプのビブラートですね。例えば、この音を基準にして下げて上げるみたいな。で、この基準にする音と下げた時の音の音幅が広ければ広いほど深いビブラートになってくるんですよね。個人的にはビブラートは揺れが深ければ深いほど難易度が上がると思っています。なぜかというと、音を下げた音域がですね、低ければ低いほど元の基準の音に戻すのが難しいんですよね。でもビブラートの揺れが深ければ深いほど感情がこもってる感じがするので、すごく聞き応えがありますよね。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほらほら。フェイクトリー壊れてゆく。すごくね、深いビブラートでね、気持ちいいですよね、聞いていて。今回はね、京本さんに集中した動画となってますので、とことんいつも以上に細かくいきますよ。じゃあ次のフレーズいってみましょう。いいね。やっぱり京本さんならではのテクニックだと思うんですけど、
ロングトーンって言われる長く伸ばすタイプのフレーズが出てきた時に、最初はビブラートをしないんですよ。バラのようにみたいな、こんな感じでですね、最初はまっすぐ伸ばして、その後に徐々にこう揺れていくみたいな感じのフレーズを京本さんよく使うと思うんですけどね、これがまたいいですよね。こう徐々に気持ちがこもってるような雰囲気がしてきて、そしてビブラートの揺れが大きくなってくるとともに声量もですね上がってくるんですよね。これ音楽用語ではクレッシェンドって言って、徐々に音量を大きくすることによって感情の強さを表現するテクニックなんですけど、ビブラートの揺れでも感情の強さを表現して、さらに音量でも表現するっていうスーパーテクニックです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほら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 。あーみたいな感じで、揺れと声量が一緒のタイミングでこう大きくなってますよね。この歌い方がですね、めちゃくちゃ引き込まれますよね。じゃあ次いきますよ。いやーいいですね。ここで先ほどよりも深い感じの声質を使ってますよね。先ほどは鼻と口中心って言ったんですけど、このポイントはですね、胸と鼻を中心に声作りをしています。A メロの声の雰囲気だと、Dance in the rain こんな感じの声になるはずなんですけど、ここではしっかり胸を使って、Dancing in the rain こう男らしさがプラスされているような、そんな感じの声質をチョイスして歌っています。もう一回聞いてみましょう。ほら。ちょっとね、こうクラシックっぽいようなニュアンスが混ざってきているというか、ここで喉をですね、少し広げているんですよね。こういう感じの音色を歌声に混ぜて歌っているっていうかね。すごくね、芸術的な美しい歌声ですよね。バックのサウンドがこうオーケストラのようなサウンドなので、そこに対して声質を合わせたのかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。いいね。最後のロングトーンがめちゃくちゃ長いですね。思わずね、すごいって思って止めてしまったんですけど、まだ続きそうな雰囲気ありましたよね。やっぱりこのポイントはですね、胸の響き、胸腔共鳴、こちらをメインにしてますね。で、少しだけ鼻を使ってるみたいな。で、胸の響きっていうのは声の土台になるポイントなので、こちらの響きを使えば使うほど歌声って聞いていて、ほっとするような安心感がにじみ出てくるんですけど、京本さんの歌声すごくね、安心感ありますよね。ずっと聴いていたい魅力がね、こうにじみ出ているというか。もう一回聴いてみましょう。さあ、こっからすごいんですよね。うえーすごいね。で、こういう長いフレーズっていうのは、できるだけ少ない息の量で歌うのがポイントなんですよ。ただ、普通に少ない息の量で歌ってしまうと、そのまま声量も小さくなってしまうので、ここでポイントになってくるところが、胸腔共鳴の響きをどれだけ増幅させることができるかなんですよね。で、声っていうのは体の中の空間を響かせれば響かせるほど声量が大きくなります。そのための一つの方法としていっぱい息を吐き出すことによって声の響きをその吐き出した空気に乗せてあげる。でもこれだと長いフレーズが歌えないので、じゃあどうするか。体の力を抜いて体全体を響かせるように歌うんですよ。これね、話聞いてるだけだとすごく難しいと思うんですけど、体っていうのは力を入れると硬くなって力を抜くと柔らかくなりますよね。主に筋肉はそういう動きをするんですけど、この話を聞いてピンときたストタンの方いっぱいいると思うんですけど、体の力を抜くことによって肺の中で響いた
声が筋肉に伝わっていきます、響きが。肺の中だけじゃなくて口の中も鼻の中も全部体の中の空間全てがそうなんですけど、で体の力が抜けるとその空間で響いた振動が体に伝わってそのまま外の空気に伝わっていきます。体の中で声の響きの増幅が行われるわけですよね。そうなってくると聞いてる側からするとすごく大きな声で歌っているっていう感じの音量になってくるんですよ。京本さんはその声の使い方をしてますね。もうこれね、基本を徹底的にマスターしないとできない声の出し方なんで、京本さんはこの時点でめちゃくちゃ基礎力が高いですね。素晴らしいです。陰ながらの努力の背景が見える瞬間ですね。次いきますよ。いいね。情熱的に歌っている京本さんのバックの炎がね、またかっこいいですよね。で、ここで京本さんはですね、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使っています。すごくね、難しいテクニックなんですけど、で、ミックスボイスになると声って細くなりやすいんですよね。声の響きの中心が鼻とか口になるので、先ほども言ったように声が細くなりやすいんですけど、でも京本さんの声はすごく太い高音って感じじゃないですか。男らしい成分がすごく出ているハイトーンボイス。これどうやってるかっていうと、ミックスボイスなんですけど、胸の響きがすごく多い声なんですよね。これができてくると高い声で張りもあるし、声の太さも太いままの声っていうのを出すことができるんです。もう一回聞いてみましょう。美しい声ですよね。いや、ほんとね、京本さんの声は羨ましいですね。美しすぎて。で、美しい声なのに、ここまで情熱的に歌うっていうのがね、最高にかっこいいですよね。次いきますよ。ここで一回止めますよ。いや、本当に情熱的に歌っていますよね。実は個人的にね、イミテーションレインのここの京本さんパートめちゃくちゃ好きなんですよね。美しさとこの情熱の炎の融合っていうかね、そんな感じの歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。時間をみたいな、これがね、いいですよね。多分ね、ストタンの京本さん推しの方だったらね、この気持ち分かってくれると思うんですけど、この歌い方がね、めちゃくちゃセクシーなんですよね。さあ、次はですね、2025年6月4日にリリースされたボーイズ。こちらの京本さんパートを抜粋したので、5年前のイミテーションレインと最新の京本さんの歌声、どのように進化したのか、ここをね、チェックしていきたいと思います。いきますよ。もうね、圧倒的に声の安定感が進化してますよね。もう進化っていう言葉では足りないぐらい神がかった変化かなっていうふうに思うんですけど、まず、ここの部分は音域が低いっていうこともあって、胸の響き、胸腔共鳴がメインの歌声になっています。胸の響きを中心にして歌うことによって、やっぱり声の安定感がものすごいですよね。そして5年前と比べてものすごく体の力がですね、いい意味で抜けています。すごいリラックスして歌ってるっていうかね、リラックスして歌うことによって先ほど言った声量的な部分もそうなんですけど、京本さんがもともと持っている声の魅力がですね、すごく歌声から出ているかなっていうふうに思います。で、もともと持っている魅力って何かっていうと、喋ってる時の声の雰囲気というかね、やっぱり歌っていうのは日常会話の延長線上にあるべきだっていうふうに僕は思っているんですけど、なぜかというと、やっぱり歌っていうのはうまさを伝えるっていうのが本来の目的ではないと思います。じゃあ何かっていうと、感情を伝える。これですよね。
で、感情を伝えるためにはちょっと分かりにくい表現になってしまうのかもしれないんですけど、歌を歌うっていう風な考えで歌ってしまうと、どんどん感情を伝えるっていう部分から遠ざかっていくと思うんですよ。じゃあどうすればいいのかってなるんですけど、メロディーを話す。これですよね。これね、伝わりにくいかもしれないんですけど、あくまで日常会話をベースにして、その会話をしている言葉にたまたまメロディーがついていた。このぐらいの気持ちで歌った方が気持ちって伝わるんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですけど、京本さんの今のフレーズがまさにそれかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。すごくスッと歌声が耳に入ってきますし、このフレーズにこういう風な感情を込めて歌ってるのかなっていう気持ちもスッと入ってくるっていうか、たとえ無謀だと言われても構わない。悔しい気持ちをバネにして、いつか見返してやるぜみたいな感じの感情をこの歌声から感じませんか皆さん。最後のシャウトボイスが決め手かなっていう風に思うんですけど、見返してやるぜこの野郎みたいな感じの怒りの感情をですね、最後の最後で表現しているみたいなね。そういう風にイメージが湧いてくるんですよね。すごく熱く語っちゃいましたけど、いや本当にものすごい進化ですよ。今の話を踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、最初の、たとえ無謀だと、ここでちょっと悲しいとか、そんなの言わなくてもいいじゃないかみたいな感じのネガティブ感情を最初に表現してるんですよね。で、その後から、見てろよ、見返してやるからな、みたいな感じの怒りに変わってるんですよ。これが僕が思う日常会話の延長線上にある素晴らしい歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。うわ、いや、このハイトーンも明らかに進化してますよね。ここのポイントをあまり高いように感じないじゃないですか。でもめちゃくちゃ高い音域を歌ってるんですよ。多分イミテーションレインの戻れないのところと同じぐらいの音域なんですよね。でもイミテーションレインのあの部分はすごくハイトーンだなっていう感じがしますよね。でも同じ音域なのに今のところはハイトーンっていう感じがしない。これなんでかっていうと、ここもですね、声のメインの響きが胸なんですよね。で、響きの中心が胸になると声っていうのは太くなりますし、響きの中心が鼻になると声の成分って細くなるんですよ。で、細い声の方が基本的に高い音域っていう風に聞こえます。京本さんの今のポイントはですね、高い音なのに胸の響きを中心にしてるんですよね。で、基本的に高い音っていうのは鼻中心にした方が楽に出せるんですけど、さらに1ランク、2ランク上のテクニックを使うとですね、高い音域でも胸の響きを中心にして歌うことができるんですけど、京本さんのね、スーパーテクニックが披露されているポイントですね。もう一回聞いてみましょう。すごい声だね。いやー、ものすごい練習したんだろうな、この声をゲットするまでに。やっぱり5年前のハイトーンの出し方とも根本的に違いますよね。イミテーションレインの時のハイトーンの出し方をベースにして5年間鍛えてこの声を作ったっていう感じではないと思うんですよ、僕は。おそらく京本さんの中でさらにいい声を、さらにいい声をっていう風に追求に追求を重ねた結果、一回高い声の出し方を捨てて一から作り直してこの声を手に入れたんじゃないかなっていうふうに思います、僕は。それぐらい根本から声の出し方が違うんですよね。おそらく歌の基礎中の基礎である腹式呼吸、呼吸法ですよね。ここからまず見直して、ボイストレーニングも多分恐ろしい時間やったと思いますし、
自分の声と向き合った時間も相当な時間あると思いますし、そのぐらいやらないとここまでの進化はないんじゃないかなっていうふうに思います。いや本当にね、もう尊敬しますよね。もう一回聞いてみましょうか。ごめんなさいね、何回も聞いちゃって。いや本当にね、感動しますよ、この声。いやー、素晴らしすぎますね。以上、SixTONES京本大我歌声進化分析はここで終了です。さあ今回もですね、 CD デビュー当時から現在の歌声の進化を分析したわけですけれども、いやジェシーさんの時もね、同じことを思ったんですけど、やっぱりデビュー直後と現在で歌声を聴き比べてみると、ものすごい進化したなって思いますし、そのね、進化した度合いが大きいので、ものすごい量の努力をしたんだなっていう背景も見えてね、めちゃくちゃ感動しちゃいました。いやこれもね、ストタンの皆さんを最大限喜ばせてあげたいっていうストタンへの愛だと思うんですよね。そういうふうに思うとですね、なおさら感動しちゃうわけですよ。いや本当に素晴らしいですよね、京本さん。そしてSixTONES。こういうふうに思うとますます応援したいなっていう風なね、気持ちがこうどんどん湧いてきますね。今後はですね、京本さんのソロ曲の方も歌声分析動画公開していきたいと思いますので、ぜひね、そちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。